はい、小学習者れいこです。はい、私3月の7日から15日までトルコに行ってまいりました。トルコのエルズルムというですね、ちょっと外れたとこ、イスタンブールって皆さんご存知ですか？イスタンブールって、トルコの首都じゃないんだけどもすごい栄えている都市。そこから飛行機で 2時間ぐらいのところにある都市なんですけども、なんでそこにいたかっていうとですね、冬季のデフリンピックがそこで開かれていたので、ちょっと私もね一回見てみたいなと思って、こういうお仕事しているからには一回見に行ってみたいなと思って行ってきたわけです。でね、現地での動画とかとんでもない量撮ったんですけども、まだちょっと編集できてません。ちょっといつ編集してアップできるかちょっと分かんないんですけども、それまではねちょっと、帰ってきましたということで、軽いねそういうトークをちょっとしようかなっていうふうに思ってます。私の前にこうやって並んでいるこれはですね、デフリンピックでいただいた、いろんな戦利品なので、戦利品というかいろんなお土産なので、皆さんに後でご紹介しようと思います。3月7日に出発して、まず成田空港から上海に行って、上海からイスタンブールに行って、イスタンブールからエルズルムに行ったんですよ。これが2日ぐらいかかったのかな、全部合わせて。いやー大変だったね、本当に大変だった。その前の話をちょっとさせていただきたいんですけど、3月7日に私成田空港に向かいました。その前3月のね4日ぐらいに私ぎっくり腰やっちゃって、寝たきりみたいな、もう立てませんみたいな感じで、ご飯もう誰かにこう食べさせてもらえないともうダメみたいな感じだったんですけど、その状態からもう整体に通って、これトルコでこの腰をねやったらもう終わると思って、もう日本で絶対に治さなければならないと思ってとか整体に行ってですね、長時間フライトでしたわけですよ。したはいいもののね、時差の問題とかね、あとはこのね腰のサポーターがねどんどんこう腰に巻いてたのにこうどんどん上に行くわけですよ。こう着物着てるみたいな状態になって、もうねそうなるとねむちゃくちゃってとこになっちゃって、もうねゲロゲロになりながらちょっと着いたんですけどね、エルズルム着いた時はもう嬉しかった。もう本当嬉しかった。で実はね突然トルコなんて言ってお金大丈夫なんですかみたいな言われるんだけどね、大丈夫でした。みんなね30万ぐらいするって思ってるでしょ。成田からエルズルムまでですよ、往復で12万ぐらい。これやばくない？これめっちゃ安くない？意外とねそういう便があったんですよ。でそれでシャーとこ行ったんですけど、エルズルムはね寒かった。とりあえずむちゃくちゃ寒かったね。でも思ったより寒くないんだけど、日本に帰ってきて思ったのは空気が柔らかい軟水の空気って感じで。もエルズルムはね標高がねめちゃくちゃ高いんですよ。だからかわかんないんだけど鋭い、空気が鋭い感じでしたね。でその中でもこの、日本の選手団たちの方たちと、私なんかよりもずっと前からエルズルムに滞在して、トレーニングしたりとか選手のサポートとかされていたとかも思うんですけれども、本当に大変だったんじゃないかなというふうに思います。これ本当衝撃だったんだけど、3月9日に着いたんです、エルズルムに。でね、3月10日からラマダンっていう断食の期間みたいなのが始まっちゃって、イスラム教の人たちのラマダンっていう日中は断食しましょうっていう、そういうシーズンがあって、もうねラマダンの時期って日中はレストランとか空いてないんですよ。だからホテルで朝ごはんを食べれるんだけど、もう夜まで何も食べれないみたいな、そんな状態がねずっと続いちゃって、結構ね大変でしたね。ちょっとラマダンがここまで、自分がラマダンをここまで感じることが人生で本当になかったので、すごい衝撃でしたね。エルズルムの人たちは人が本当によくって、みんなね親切。私のことをずっと案内してくれたタクシーのおじさんもねすごくいい人だったし、ホテルの人もね親切だったし、英語で会話ができないから翻訳アプリをこうやって見せながらねやってたんだけども、でもねすごく良かったですね。何より選手の皆さんの活動をね間近で見れたのは良かったかなっていうふうに思いますね。こんな盛り上がるんだデフリンピックってね本当思いました。むちゃくちゃ盛り上がってた。決勝のフットサルの男子のフットサル、日本対イランだったんだけれども、イランが優勝したんだけども、そのイランの人たちとかフェイスペイティングしてたからね、こうやってここのイランの国旗にうわーとか言ってイランとか言ってすごかったよ。もうイランの人たちもラマダンなのにさ、よくさめっちゃお腹空いてるのにそんなにさ応援できるのすごいよなとか思ったりして、
本当にいろいろ考えさせられた。 iPhone の容量がいっぱいになるぐらいまで動画撮ったので、もう早く編集したいなと思うんですけど、はい、そんな感じです。スギちゃんありますか、質問的な。一番良かった思い出は何ですか？良かった思い出、そうだな、こういうものをいただけたことじゃないですかね。これちょっと後で紹介しますけど、やっぱね、こうどこの誰かも分かんないような人でもこうデフリンピックに来たっていうだけですごく喜んでくれてプレゼントしてくれたりとか、そういうのは良かったかなと思いますね。デフの選手とかデフの選手団の人たちとの、関わりは良かったかなと思います。じゃあ紹介していきますか。まずこれはね、早速何なのかちょっと分かんないんだけど、なんかでもマグネットかな、エルズルムの形なのかな、ちょっと分かんないんですけど、そんな国土しかない。分かんないめちゃくちゃしかない。分かんないけど、これはこのマスコットキャラクターが書いてあって、この、エルズルムのデフリンピックのやつだよっていう、これはマグネットかな、ペチってこう貼れるのかな。あとはね、これは缶バッジです。でもさ、これこれないんだけど、これどういうもの？そうそれもマグネットになりそう。なりそう。確かにこれパチッとね、ありえる。あとはステッカー。これはね、確かポーランドの選手にいただいたかな。これ、ね、マークは何ですか？これはあれですよ。それが冬季オリンピックのロゴ。エルズルムの師匠みたいな。エルズルムのオリンピックの冬季ではないと思うけど、エルズルムのデフリンピックのモチーフだと思うんだけど、このモチーフもね、結構エルズルムの街中にいろいろあったりしましたね。これはスキーチームポーランドって書いてあるから、そうだね、ポーランドの選手からいただきました。あとはね、これはエルズルムって書いてあるから、エルズルムオリジナルなのかな。ヒアリングインペアードコミュニケーション、トルコの聴覚障害者協会の、縦札みたいなやつですね。これね、ちなみにね、なんかホテルにもあって、でこれもらってきていいやつだ。いや、これ違う、ホテルからもらったやつじゃないの。これね、なんかもらったの。あげますとか言われて、いつでも連絡ができる。そう、多分ね、デフリンピックオリジナルのやつかもしれないですね。あとはこれは韓国の選手にもらったキーホルダー。韓国選手団のグッズはめちゃくちゃおしゃれで、それはその選手団特有のもの。そう、特有のものなの。なんかね、リュックとかもみんなお揃いなの。で、そこについてたこの韓国の国旗のこのモチーフ、これをもらって、なんかこんな大事なものもらっていいのかなって感じだったんだけど、いただいちゃいました。自分のから外してくれた。そう、外してくれた。なんか熱いよね、すごい嬉しかったな。あとはね、これも韓国のデフリンピックのピンバッジがついちゃったこれは、これもね、コリアパラリンピックコミュニティマスコットって書いてある。だからパラリンピックのマスコットのキーホルダーかな。これはね、なぜかカザフスタン人のボランティアの子からもらいました周りにはって私にもらったんだけど、3つの国が関わってそうの人を渡ってる。そうこれをなんか2つもらったから1個あげるよって言われてもらいました。パラリンピックだからデフリンピックとは直接は関係ないかもしれないんだけど、もしかしたらね、その韓国のその辺が私は明るくないから分かんないんだけど、かかってるのかもしれないですね。選手団の人たちの中とか関係者の中でピンバッジとか自分の持っているものを交換するって、そういう文化があって、すごく素敵だなと思いました。先日いただいたこの、デフリンピックのこのピンバッジをつけている選手とか、あとボランティアの子とかもいました。そういうなんかつながりをなんかすごく感じて、なんかいいなと思いましたね。スポーツっていうつながりだけでつながれるものって本当にあるなって、なんかすごく思いました。なんか私は部活とかね、入ってなかったから、ずっとそうやってスポーツやってる人が羨ましいなっていうふうに今回もすごく思いました。デフリンピックレポ、エルズルムレポ、いつになるか分かんないんですけど、ちょっと今絶賛編集中ですので、また折を見て公開したいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。じゃあ、待っててくださる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。